皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、岸田総理の掲げる金融政策の一つ、企業の四半期決算見直しについて、専門家からの支持率が 0% でしたよということを皆さんにお伝えしようと思います。岸田総理の掲げている政策といったものについては、それぞれ中身がなんとなくわからないものもたくさんあるわけですが、一つ具体的な話として出てきているのが、この四半期決算をもうやめてしまった方がいいんじゃないかという岸田総理の考えです。なぜそのような話をしたかといえば、それは日本の企業経営者らが1年に4回も決算をするのであれば、短期的な利益を目指すばかりになり、長期的な視点での経営ができない、つまりその場しのぎの話ばっかりで、結局のところ世界的な競争に負けてしまう。それによってずるずると日本経済そのものも沈んでしまうじゃないか。このような構造的な欠陥を解決するためには、四半期決算のようなものはやめてしまった方がいいんじゃないといった、そういった岸田総理の考え方があるわけです。ところがこの話というのは基本的には、一政治家として話すのであれば大きな影響力はないわけですが、総理大臣が話をするのは全く別の次元のこととなります。すでにこの話が出た時点で、インターネット上でもまた専門家の間でも一体何を言ってるんだろうこの人みたいな話は出ていたわけですが、そのことが改めて今回問われることとなります。一体どのような問題点があるのか、まずはニュース記事を読み上げた後解説を行っていこうと思います。四半期開示見直しの議論開始。専門家からは慎重意見相次ぐ。企業が3ヶ月ごとに業績などを公表する四半期開示の見直しについて金融庁で議論が始まりました。専門家からは市場の透明性を確保するため法律で定めた四半期開示は必要だなどとして見直しに慎重な意見が相次ぎました。企業が3ヶ月ごとに業績などを公表する四半期開示は2008年に法律で上場企業を対象として義務付けられましたが、岸田政権は新しい資本主義を目指す中で企業が長期的な視点に立った経営を行うため見直す方針を示しています。この中で専門家からは市場の透明性や信頼性を確保するため法律で定めた四半期開示は必要だなどという意見や、長期的な投資にとっても企業情報を定期的に確認できる環境が大事で、開示情報が減れば海外からの評価が下がり投資が減る恐れもあるという指摘など、見直しに慎重な意見が相次ぎました。一方で法律で開示が求められている四半期報告書と証券取引所が開示を求める決算短信には内容が重複する部分があり、企業の負担を減らすためより効率的な開示のあり方を探るべきだとする意見も出されました。最初に引用した記事は NHK のものだったわけですが、海外ではどのようにこのニュースを報じているかというのをちょっと見てみると、様相が異なることに気づきます。ブルームバーグでは、岸田首相が見直し目指す四半期開示、廃止の賛成はゼロ。岸田首相が掲げる四半期開示の見直しについて、金融審議会作業部会では、短期主義を助長してはいけないとの趣旨の発言が相次ぎ、廃止に賛成する委員はゼロだった。四半期報告書と決算短信の一本化を求める意見も多数出た。と、このように行われた議論そのものについての話は同じなのですが、見出しとしてはっきりと岸田首相の掲げる政策に賛成する人がいませんでしたよということが書かれています。記事ではこの後、この議論を行っているメンバーがどのような考えを示しているか記事になっています。それを見ていくと基本的には岸田首相の掲げている話とは全く異なって、四半期ごとの決算報告について廃止するのではなく、もっとそのようなやり方について法律化したり無駄をなくしたりといったことに力を注ぐべきだという話になっています。NHK の記事では基本的には専門家からは慎重な意見が相次いでいますよぐらいな感じで少し柔らかい表現がされているわけですが、ブルームバーグにおいてはそもそも岸田総理の掲げている政策に賛成している人は誰もいませんでしたよというかなり包み隠さない内容となっています。そしてそれぞれの専門家がどのような意見を持っているかについても記事では書かれていたのですが、紹介としてはしませんでしたが、話としてはみんながみんな岸田総理の掲げている四半期決算そのものを廃止してはみたいな表現というのはすべきではないといったことを述べています。もしかしたら岸田総理としてはいやいや廃止するつもりなんてないよと今から弁解するかもしれませんが、少なくとも専門家らの間で共通的な考え方としては
世界標準的な話となったこの企業による四半期決算の報告といったものを今日本だけやめてしまえば、日本企業に投資する人たちというものが一斉に見直しをしますよということを示しています。なぜそのようなことになるかといえば、例えば業界によっては売上だけではありますが、今月の売上は前年比何%上下していますよといったことを毎月報告するようなところもあります。そのようなことをすれば何がわかるかといえば、今この会社が儲かっているか儲かっていないかというのは別に純利益の段階ではなく、売上の上下だけを見てもある程度その傾向といったものを理解することができます。四半期決算の場合であれば1年に4回なわけですが、毎月の売上報告だけであれば年12回行われるわけですから、より詳しくその企業の動向といったものを見ることができます。一方で、もしも四半期決算そのものをなくしてしまって1年に決算1回しか情報が出ない、そしてその次の決算までの売上見込みなどについても全く修正がかけられないようなことになれば、情報が極端に少ないものですから、1年間の業績の上振れやもしくは下振れといったものに非常に疑心暗鬼になりやすい状態になります。ですから海外においては四半期決算が行われているのに、日本企業だけが年間決算1回しか情報が出てこないのであれば、ちょっとやめとこうかなと考える個人だけではなく、機関投資家もそのように考えるはずです。この時非常に考えなければならない情報としては、日本の中だけではなく世界から見た時にどうなのかといったことも情報としては加味しなければなりません。というのも、日本国内において株を運用するといえば、例えば国のやっている年金運用だけではありません。企業年金であったり、もしくは保険会社の行っているような株の運用などもあります。このような大きな組織の運用といったものは日本だけではなく当然海外でも行われています。そのような大きな集まりの投資先として日本がそもそもなんかこの国では四半期決算が全然ないんだ、じゃあ利益見込みなんかは途中でどうなるかわからない、情報があまり出ていないようなところよりも、むしろ情報を積極的に出しているところを投資先に選んだ方が無難だなと考えるのが私は非常に自然な流れだと思います。ですから四半期決算の見直しという言葉は基本的にはかなり筋の悪い話なのです。そういったこともあって、今回ご紹介したブルームバーグの記事においては様々な専門家が四半期決算を見直しというようなタイトルを掲げることすら基本的には株式市場に大きなマイナスの影響を与えるからやめた方がいいという話をしています。ですから表現するのであれば、四半期決算についていかに効率化するか、そして改善の話をすべきだということをしています。このように専門家らが一様に岸田総理の掲げている四半期決算の見直しについて全く誰も賛成していないということについて私は全く驚きません。そもそもこれは素人レベルで考えても一体何を言っているんだろうとかなり変な話だったからです。ただし岸田総理の言っていた日本の企業経営者が長期的な視点に立って経営ができていないんじゃないかという問題意識そのものについては別に間違っているわけではないので、どのような手段を用いてそのような問題を解決するか、その具体策についてもっと専門家の話を聞くべきだと思います。岸田総理は基本的には自分の掲げた政策について私は聞く耳を持っていますといったことを掲げて、何か問題があれば私に話をしてくださいといったことも掲げています。実際のところそのような形で何か問題が起こってものすごい世論が盛り上がって、こんな政策やめた方がいいのにというのを受けた上でやめましたみたいなことはこれまでも何度かあったわけです。そういった意味においてもこの四半期決算の見直し政策について言っても、専門家からは見直しという表現そのものをやめて効率化すること、改善する、そういった具体策についてもっと話を詰めるべきだといった、こうした専門家の意見というものをもっと重用すべきでしょう。むしろこれまで一体どんな専門家から話を聞いていたんだと突っ込まざるを得ない話だと私は思います。人の話を聞くというのはそれ自体は別に悪いことでも何でもないわけですが、誰の話を聞くかによって非常にとんでもない悪い政策になってしまうということをもっと岸田総理は肝に銘じておくべきでしょう。そうでなければ今回のように専門家が誰からも支持を受けないというようなかなり滑稽なことになってしまいます。というわけで今回のお話はここまで。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。